エモエモ。こんにちは、えもこです。今回はゲームやお絵描きもできる高性能なミニパソコンミニズフォーラム AI-X1 Pro をレビューします。ミニパソコンは手のひらサイズの小ささと普通のパソコンよりも安く買えるコスパの高さが魅力ですが、いろいろと気になるところもあって、ケースが小さくて熱がこもりやすかったり、拡張性が低くて後からパーツを付け足せなかったり、安い代わりにいろいろと気になるところもあるのですが、このミニパソコンは2つの大きなパンでパソコンをちゃんと冷やしてくれたり、後からストレージや GPU を追加できて性能を上げられたり、最新の Ryzen AI 搭載でミニパソコンとして世界で初めてコパイロットプラス PC にも認証された、なんだかすごそうなミニパソコンなので、今回は 4K の高性能な液タブでお絵描きしてみたり、モンハンのベンチマークを動かしてみたり、普通のパソコンでも大変そうな重めの作業をやってみて、途中で止まったりせずにちゃんと使えるのか詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。今回はミニズフォーラムさんから新製品の AI-X1 Pro と外付け GPU の MGA1 をレビュー用にお送りいただきました。ミニズフォーラムは海外の新しいミニパソコンメーカーですが、日本の家電量販店でも売られていて、ミニパソコンメーカーの中では結構有名らしいです。付属品は説明書、電源ケーブル、HDMI ケーブル、縦置きスタンド、モニター裏に取り付ける目先角のプレートに SSD のヒートシンクも入っていました。本体は丈夫なアルミ製で裏側が黒のプラスチックになっています。大きさはスマホと比べるとこんな感じで、ミニパソコンの中だと少し大きめですが、電源内蔵で AC アダプターがいらないので机の上がすっきりしていい感じです。周辺機器をつなぐポートもたくさんついているので、別売りの USB ハブがなくても液タブやマイクなどの周辺機器が全部つなげられそうです。上に指紋センサーと横に SD カードスロットもついています。裏側に冷却用のファンが2つあって、平置きだとファンを塞ぎそうですが、ゴム足に高さがあって下に隙間ができるのでファンを塞ぐ心配はなさそうです。心配な人は付属のスタンドで縦置きにすると良さそうです。このパソコンは後からストレージやメモリを追加できるみたいなので、分解して中を覗いてみます。裏蓋の四隅とゴムの下のネジを外して、裏蓋を開けた後に矢印のところのネジを外してファンを横にめくります。ファンはケーブルを抜いた方が動かしやすいです。ミニパソコンは箱が小さくて付けられるパーツに限りがあるので、普通の大きなパソコンみたいに後からストレージを追加できなかったり、メモリを取り替えられないこともありますが、このパソコンは M.2 のスロットが3つあって、メモリも取り替えられる作りなので、ストレージは最大 16TB、メモリも最大 96GB まで増やせるみたいです。他のミニパソコンよりも少し大きい分、冷却性能や拡張性が高くなっています。それでは実際に使ってみます。ミニパソコンはキーボードやモニターなどがついていなくて、そのままだと使えないので家にあるものをつなぎます。電源ボタンを押すと Windows の設定が始まりますが、海外メーカーのパソコンなので、そのままだと日本語キーボードが印字通りに打てません。なので最初はインターネットにつながずに起動して、キーボードの設定を日本語に変えます。このあたりは説明書にも書かれているので、それを見ながら設定すると良さそうです。パソコンの起動はとても早くて、スリープ解除や指紋認証もスムーズです。Windows はプロバージョンで、ライセンスはちゃんと OEM になっていました。ファンの音はとても静かで、重たい作業をしていないときは顔を近づけると聞こえるかなというくらいです。パソコンの性能はこんな感じで、 CPU が最新の Ryzen AI9 だったり、メモリが 64GB もあって、今出ているミニパソコンの中ではかなり高性能だと思います。ベンチマークのスコアも高めなので、普段使いやちょっと重めの作業も普通のパソコンと同じくらい快適にできそうです。Ryzen AI は名前の通り AI の処理が速くなる NPU がついていたり、 VRAM を増やして LLM を動かせるみたいですが、まだ NPU に対応したアプリや機能がほとんどないので、使用感は今のところ少し前のパソコンとあまり変わらないかもしれません。Ryzen AI はモバイル向けのプロセッサで電気をあまり使わないので、 USB の PD 給電でも動かせますが、モニターからの給電だと電力不足
力で少し性能が落ちてしまうので PD 給電の場合は 135W 以上にするか普通にコンセントにつないで使うのが良さそうです。ストレージの読み書き速度も調べてみましたが SSD は速いけど SD カードは少し遅いのでカメラの動画データを早く読み込みたいときは高速なカードリーダーを使う方が良さそうです。ファンの音はベンチマークみたいに重めの作業をすると少し大きくなりますが耳障りな感じはしないのでミニパソコンの中ではかなり静かな方だと思います。パソコンがちゃんと冷えているか心配なので CPU の温度も調べてみましたが普通に使っている時は4から50度くらいでベンチマーク中も6から70度くらいだったのでゲームを何時間も遊ぶような使い方をしない限りは熱で性能が落ちたりパソコンが止まったりすることもなさそうです。次は実際にお絵描きやゲームをしてみたいと思います。まずは 4K の液タブでお絵描きしてみます。4K の液タブは普通の液タブよりも表示が細かくてパソコンの性能が低いと処理落ちすることがありますがパソコンの性能が高いおかげでペンを早く動かしても線が途切れたり遅れて書かれたりせずにちゃんと書けました。水彩の重い筆を使うと少し処理落ちしますが 3D モデルをたくさん置いてぐるぐる回してもスムーズに動くしメモリが多いおかげでレイヤーもたくさん使えるのでちゃんとお絵描きにも使えそうです。試しにゲームも遊んでみましたが原神や Apex は特に設定を変えなくても 60fps で動いたので軽めのゲームを息抜きに遊ぶくらいなら快適にできそうです。パソコンの中にスピーカーがついていてスピーカーなしで音が鳴るのもお手軽でいいと思います。モンスターハンターワイルズのような重めのゲームは画質を落とさないと快適に遊べませんが後ろのオキュリンクポートに別売りの外部 GPU をつないでグラフィックの性能を上げると綺麗な画質で快適に遊べる判定になったので重めのゲームを遊びたい人は外部 GPU を一緒に使うと良さそうです。外部 GPU を使うとパソコンの負担が減って CPU の温度も下がったのでパソコンが壊れにくくなる効果もありそうです。いろいろ設定を変えながら5回くらい連続でベンチマークを動かしてもアプリが止まったり電源が切れたりしなかったのでよほど重たい使い方をしない限りは大丈夫そうですが重たいゲームを一日中遊ぶような使い方には向かないと思うのでゲームで遊ぶのが目的の人は普通にゲーミング PC を買う方が良さそうです。DaVinci Resolve で動画編集もしてみましたが FulLHD の動画編集は外部 GPU なしでも快適にできそうでした。高性能なゲーミング PC と比べると動画の書き出しに時間がかかりますが外部 GPU をつなぐとかなり速くなったので動画の書き出しとかゲームとか重たい作業をする時だけ外部 GPU を使っても良さそうです。ミニズフォーラムの外部 GPU はオキュリンク接続専用なので USB でつないでも PD 給電付きの USB ハブになるだけでオキュリンクのついていないパソコンと一緒に使えませんがその代わり他よりも1万円くらい安く買えるのでオキュリンク接続だけでいい人にはコスパが高そうです。ここからは簡単なイラストを描いてみながらこの製品のいいところ気になるところを話します。いいところは普通のパソコンより小さくて電気代が安いところです。小さくて机に置いても邪魔にならないし付属のプレートでモニターの裏に取り付ければモニターだけのシンプルな作業環境が作れるのがいいと思います。ゲーミング PC は電気を100から 300W くらい使うので1日中使うと電気代が高くなってしまいますがミニパソコンは中身がノートパソコンとほとんど一緒なので少ない時は 10W くらいしか使わないし多い時も 80W くらいでお絵描きやオフィスワークくらいだと2から 30W くらいしか使わないので電気代をあまり気にせずに使えるところもいいと思います。性能もミニパソコンの中ではかなり高くてよほど重たい使い方をしなければほとんどの人が快適に使えると思います。ベサマウントを増やせるプレートを使うとモニター裏に GPU も一緒に置けるのでミニマルでつよつよな作業環境を作りたい人は試してみてください。次に気になるところですがパソコン初心者の人にはおすすめしにくいところです。モニターやキーボードがついてなくてそのままだと使えなかったり海外メーカー製で調子が悪い時に気軽にお店に持ち込んだりもできないのでそういうところを気にしない代わりに少しでも安く買いたい人向けのパソコンだと思います。公式で買うと2年保証がつくので保証期間は長めですが最近出たばかりで2年以上使った
った時のレビューもないので、心配な人は家電量販店の長期保証をつけると良さそうです。この製品を使った感想ですが、ファンの音や発熱が控えめで、ストレージや GPU を追加すれば重めの作業も快適にできそうなので、ミニパソコンの中ではしっかりした作りの製品だと思います。ミニパソコンは安いけど壊れやすそうなイメージがありましたが、前に使った時よりもだいぶ良くなっていたので、これからも安くていい感じなミニパソコンがたくさん出てくれると嬉しいです。高性能なミニパソコンを探している人はよかったら参考にしてみてください。ミニズフォーラムのパソコンはセールやクーポンで安くなることが多いので、気になる人は公式サイトや Amazon をチェックしてみてください。この動画は2025年2月に撮影しました。ミニパソコンはどんどん新しいのが出るので、この製品が気になった人は公式サイトで新型が出ていないかチェックしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。